こんにちは、食堂朝ごはんの中江里香です。今日は定番の作り置きサラダを4つ作っていこうと思います。マカロニサラダや大根サラダなど子供から大人まで楽しめる人気のメニューを紹介します。作り置きをするときの美味しく日持ちするためのポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。まず作るのはマカロニサラダです。これは我が家でもとっても人気のメニューで、作ってもあっという間になくなってしまうくらいです。まずはきゅうりを薄切りにします。きゅうりを切るときは半分に切ってから2本並べて切ると、切ったきゅうりが転がりにくくて切りやすいと思います。きゅうりは切ったら塩小さじ1/2を振ってしんなりとするまで置いておきます。そしてゆで卵を作ります。熱湯に卵を入れます。熱湯に卵を入れると殻が割れやすいので、お玉を使ってそーっと入れます。お湯にお酢を少し入れておくと、割れても白身がすぐ固まって中身が飛び出るのを防げます。卵は普通は水から茹でると思うんですけど、そうすると火の強さとかお湯の量などで茹で加減がばらつきやすいので、熱湯から茹でてます。茹で時間は12分から13分ぐらいが目安です。作り置きなので固めに茹でます。そうしたらハムを1センチ角に切ります。ハムはいっぺんに切ってしまってもいいんですけど、そうすると切ったハム同士がくっついて後で剥がすのが大変なので、1枚ずつ切っていきます。卵は茹で上がったらお湯を切って氷水に入れて冷やしておきます。氷水で一気に冷やすことで、殻と中身との間に隙間ができて、殻を剥きやすくなります。きゅうりはこんな風に水気が出てきたら、手でぎゅっと絞って水気を絞ります。特に作り置きをするときは時間が経つと野菜から水分が出てきて水っぽくなりやすいので、よく水気を絞っておくといいです。そうしたら冷やしておいた卵の殻を剥きます。殻を剥くときは卵の下にひびを入れてから剥き始めると、下側にはくぼみがあるので剥きやすいと思います。この卵の下の少しくぼんでるところにひびを入れて剥き始めます。次はマカロニを茹でるんですが、マカロニは 50g 使います。50g は計量カップで 100cc ぐらいでした。マカロニはパッケージに書かれている時間よりも 1、2分長く茹でます。長めに茹でることで時間が経ってもマカロニがパサつきにくくてもちもちでとっても美味しいです。茹でた卵は黄身と白身に分けて、白身はみじん切りにします。
私はいつも結構細かいみじん切りにするんですけど、そこまで細かくしないで形を残すぐらいでも美味しいと思います。そうしたらボウルに調味料を入れて混ぜ合わせます。マカロニは茹で上がったらざるにあげて水気を切ります。そして茹でたマカロニにはサラダ油小さじ1杯をあえておきます。こうすることでマカロニから水分が抜けにくくなって時間が経っても柔らかな食感を保てます。そうしたらさっき混ぜておいた調味料に卵を入れて混ぜます。この時、卵をスプーンで潰すようにしながら混ぜていきます。全体的に滑らかになってきたら塩コショウを振って味を整えます。そうしたら用意しておいたマカロニときゅうりとハムを加えて混ぜ合わせます。今日は一番定番の食材で作ったんですけど、ここにブロッコリーとか枝豆とか人参など加えても美味しいし、栄養価もアップするのでおすすめです。ぜひ作ってみてください。次はキャベツのコールスローを作ります。今日はキャベツは1/4分の1個を使って作ります。コールスローっていうとマヨネーズを使ったものが一般的かもしれないんですけど、今日作るのはマヨネーズを使わないさっぱり味のコールスローです。作り方もとっても簡単なので、ぜひ作ってみてもらえたら嬉しいです。キャベツは中心の太い芯は包丁で取り除いて一枚一枚剥がします。で、芯の部分は切り取ってからくるくる丸めて端から1センチの幅に切っていきます。それで丸めるときは繊維が横になるように置いて丸めていきます。キャベツ丸ごとザクザク切ってもいいんですけど、こうすることで歯触りもいいし、味の馴染みもとっても良くなります。そしたらキャベツの芯の部分も薄切りにして使います。こうやって切ると玉ねぎのような感じになって美味しいです。芯の苦味が気になる方は水にさらしてから使うといいと思います。次は人参を千切りにします。人参はなるべく細い方が他の食材と馴染んで美味しいと思います。千切りスライサーを使うととっても簡単です。そしたら次は玉ねぎです。玉ねぎは1/4個を薄切りにします。
そうしたら調味料をボウルに混ぜ合わせていきます。あとは混ぜ合わせた調味料に切った野菜を入れて混ぜます。ここは豪快に手で混ぜた方が美味しくなります。今日はこれもシンプルな食材にしたんですけど、ここにハムとかカニカマとかコーンを入れても美味しいです。結構ボリューミーに見えるんですけど、時間を置くと全体的にしんなりとしてきます。なのでだいたい2、3時間以上置いてからが食べ頃です。そうしたら次はひじきの味噌マヨサラダを作ります。まずひじきは水で戻しておきます。ひじきは芽ひじきと長ひじきがあると思うんですけど、この料理には長ひじきを使います。長ひじきの方が歯ごたえがあって、こういうひじきが主役のサラダには向いてるかなと思います。そうしたらきゅうりは千切りにします。まず斜め薄切りにして、その後端から細く刻んでいきます。そうしたらボウルに調味料を混ぜ合わせます。調味料はとってもシンプルで味噌とマヨネーズだけです。ひじきは水で戻したらざるにあげて水気を切ります。で、このまま加熱しなくてもひじきは食べられるんですけど、作り置きの時はさっと茹でておくと安心かなと思います。茹でる時間は本当に少しで大丈夫です。15秒から20秒くらいです。茹でたらざるにあげてキッチンペーパーで水気をよく取っておきます。そうしたら調味料を混ぜておいたボウルにひじきときゅうり、ツナ缶とコーンを入れて混ぜ合わせます。これで出来上がりです。とっても簡単なんですけど栄養満点でとっても美味しいサラダです。最後は大根サラダを作ります。大根は太い部分を10センチくらい使います。皮はピーラーなどで剥いてもいいんですけど、私は漬物にするのに使いたいので、包丁で厚めに剥いてます。で、今日使った大根はちょっと細めだったので、あと5センチぐらいを切って使いました。そして大根は千切りにしていくんですけど、こんな風に包丁で切ってもいいし、さっきみたいに千切りスライサーを使ってもいいです。でもこのサラダは大根が少し太くなっても美味しいので、千切りの細さはそこまで気にしなくても大丈夫です。そうしたら調味料をボウルに入れて混ぜ合わせます。わさびを入れるのがこのレシピの美味しいポイントなんですけど、人によってはちょっと辛く感じてしまうかもしれないので、わさびの量はお好みで調節してください。あとは調味料に大根とカニカマをほぐして入れるんですけど、カニカマはなければ入れなくても大丈夫です。そして海苔をちぎって入れます。海苔はたっぷり入れた方が絶対に美味しいです。で、海苔を調味料と絡ませてしんなりさせた感じが個人的には好きなんですけど、もっと海苔のパリパリ感とか風味を生かしたいときは盛り付けの時に海苔を混ぜたり上に散らす感じにしてもいいと思います。というわけで大根サラダがこれで出来上がりです。最後に貝割れ大根も散らしました。